スマホは床に置いて、足肩幅ぐらいでヤンキー座りしましょう。かかとは床につけたまましゃがめると良いと思います。余裕だよって人は、しっかり膝同士つけたまましゃがめると最高です。最低でもね、足肩幅ぐらいに開けた状態で、かかとを床につけたまま、しっかりヤンキー座りできると良いと思います。これは股関節と、足首ふくらはぎ周りの柔軟性チェックなんですが、足痩せ、ふくらはぎ痩せするには、これぐらいはね、最低できた方がいいです。理想は先ほども伝えた通り、しっかり膝同士つけたまましゃがめることです。これを1回で変化出ますので、ぜひね、楽しみにしててください。OK です。1回お尻つけて座りましょう。そしたら、左膝は立てておいて、右足伸ばします。で、左手で右足を触りに行きます。触れますか？最低でもね、指先で右のつま先触れるぐらいにはなってほしいです。空いてる手でね、なるべく膝曲がらないように押さえれたら良いと思います。どうしてもね、前に倒れられないよって人は、空いてる手、床についても OK です。股関節、お尻、ふくらはぎ、膝裏の柔軟性チェックです。OK です。逆行きましょう。右膝を立てておいて、左足伸ばします。この状態で、右手で左足触りに行きます。最低でも指先がつま先触れてほしいです。きつい人、空いてる手を床についても OK です。右手で左のつま先触りに行ってます。これもね、柔軟性チェックの一環です。最低でも指先がつま先触れるぐらいになりましょう。これもね、1回で変化出ますので楽しみにしててください。あんまり肩、こう力入れすぎないようにすることと、呼吸はね、止めないように意識しながらやりましょう。OK。そしたら体の前で足の裏合わせて、ひし形作ります。ひし形です。で、このまま体の真正面に倒していきましょう。お尻や外ももあたりが伸びると思います。理想はおでこが足につくことです。最低でも肘が床につくぐらいまでは行ってほしいですが、僕はちょっと今日硬いです。届かないです。皆さんどうですか？お尻、外もも伸びてれば OK です。いまいち伸びないよーって方は、ちょっと足手前に左、もしくは前に出したりして、角度調整しながらね、やってみましょう。これも柔軟性チェックの一つです。1回で変化出ますので楽しみにしててください。よし、OK。そしたら次は、右足をこんな感じでちょっと前に出しておきましょう。この状態で体真正面に倒して、右のお尻、外もも伸ばしていきます。これもですね、もう理想はおでこが床についちゃうこと。最低でも、こうやって肘が床につくぐらいは言ってほしいです。お尻外もも伸びますか？いまいち伸びないよって方は、この足をもうちょっと前に出したり、手前に引いたりとか、もっと体をね、前に倒したりとか、もしくはちょっと斜め前に手を伸ばしてもいいと思います。右のお尻が伸びる角度、いろいろ探してみましょう。これもね、1回で変化が出る柔軟性チェックです。楽しみにしててください。OK です。逆いきます。左足前に出します。で、このまま体真正面に倒していきます。左のお尻、外もも伸ばしていきます。どうでしょう？伸びる感覚ありますか？左の外もも、お尻。頑張れる人はどんどん前に倒れていく。いまいち伸びかんないよって人は、足を手前に引いたり、前に出したり、体をね、斜め前に倒したりして、左のお尻、外ももあたり伸びる感覚、出る位置を探して、呼吸止めないようにキープしましょう。ちょっと最初にね、合計4つ柔軟性チェック、今これも含めてね、ご紹介してます。最後にね、ちゃんと変化出ますので、最後まで一緒に頑張りましょう。よし、OK。そしたら次は、右膝を伸ばします。で、右足の方に向かって体を倒していきましょう。掴める人は右手でつま先掴みましょう。掴めない人はね、こんな感じで膝に手を添えて、膝が曲がらないようにしましょう。右の膝の裏もも伸びてれば OK です。つま先はなるべく真上向けておくと伸び感が増すと思います。余裕がある人はどんどん前倒れちゃいましょう。呼吸止めないようにしましょう。
あんまり肩もね、こう力入らないように意識しながら、ちょっとずつ、反動つけながら寝で前に倒れていきましょう。オッケー。逆足いきます。次、左足伸ばします。で、左足の方に向かって体を倒していきます。左の膝の裏もも伸びれば OK です。左手で左のつま先、触れる方は掴みましょう。触れない方はね、こうやって膝に手を添えても OK です。呼吸扉許しましょう。結構ね、こう体が硬くてコンプレックスって方いらっしゃるんですけど、週に1回とかね、もしくは週2回とか、それぐらいでもできれば、ちょっとずつ体柔らかくなってきますので、ぜひね、一緒に頑張りましょう。呼吸を止めないようにして、あんまり肩ね、こう力入れないようにしましょう。オッケー。そしたら、ちょっとこうやって体育座りみたいにしましょう。で、右足を左足、こんな感じで乗せます。で、この状態で、なるべく右足をお腹に近づけて、ピンと姿勢正します。右のお尻伸びる感覚あれば OK です。ここです。で、この体勢できないよって方は、左足一回伸ばして、この状態で右足乗せて、ちょっと曲げる。これぐらいでも十分です。右のお尻伸ばすことが目的です。頑張れる人は、なるべく右足を胸に近づけて、ピンと姿勢を正す。胸を張るイメージですね。こうすると右のお尻しっかり伸びてくると思います。肩あんま力入れないようにして、呼吸止めないようにしましょう。OK。次逆足いきます。左足を右足に乗せます。で、なるべく足を胸に近づけます。ピンとして出します。これで左のお尻伸びる感覚あれば OK です。伸びますか？きつい人はね、これぐらいでもいいですよ。お尻を伸ばすことが目的です。頑張れる人はなるべく足をしっかりお腹近づけて、ピンと胸張るようにしましょう。これできないよって人はね、単純にお尻周り硬いだけです。座りすぎとか、運動不足で硬いだけなので、ちゃんとね、続けていけば、柔らかくなりますので安心してください。呼吸扉許しましょう。OK。そしたら一回足下ろして、右足を伸ばします。で、なるべくこう股関節開いた状態で、体真正面に倒していきます。右の内もものストレッチです。伸びますか？で、つま先こうやって前に倒れちゃう方いると思うんですが、特に問題ないんですが、なるべく真上向けた方が効果的です。ただ右の内もも伸びてれば、こうやって前にね、つま先倒れてても OK です。頑張れる人はどんどん前に倒れていきましょう。つま先はなるべく上向けて、呼吸止めないようにしましょう。よし、OK。次は、左足伸ばします。で、股関節しっかり広げましょう。で、このまま体を真正面に倒していきます。左の内もものストレッチです。先ほどと同じようにつま先前に倒れててもいいですが、なるべくつま先真上向けると良いと思います。内もも伸びる感覚ありますか？で、僕が今紹介した種目の中でいまいち伸びないなとか、どうしたらいいかわからないって場合あると思うので、概要欄のね、サブチャンネルとか、ズボラストレッチの無料の教科書とか、もしくはブログとかね、無料のラジオとかでいろいろ解説しますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。OK です。これで一回足伸ばします。で、このままゆっくり前に倒れていきましょう。長座前屈です。多少こうやって反動つけてもいいですが、なるべく膝伸ばしておいた方がいいです。最低でもつま先がこうやって指先に当たるぐらい。これぐらいは柔軟性あってほしいです。理想は手首がつま先につくことです。僕も硬いのでね、一緒に頑張りましょう。これ長座苦手でね、全然前に倒れられないって人もいると思うんですけど、膝の裏とかお尻、腰が硬いだけです。ちょっとずつね、やっていけば柔らかくなりますので頑張りましょう。あとストレッチね、やるタイミング、よく質問いただけるんですが、お風呂上がりが確かに効果的なんですが、皆さんがね、習慣化しやすいタイミングっていうのが僕は一番良いと思ってます。OK。そしたら次はですね、ちょっとこんな感じで右膝立てましょう。で、両手で、こんな感じでふくらはぎを挟みましょう。ふくらはぎ挟んだら、その状態でつま先を上げる、下げる、上げる、下げる。ふくらはぎを挟んで、つま先上げ下げ。で、こうやってアキレス腱に近いところが硬い人もいれば、膝裏に近いね、この上の方が硬い人もいます。こうやってふくらはぎを挟んだ状態で、
しっかりつま先上げ下げしましょう。ただこの力いっぱいね、やれば効果あるってもんじゃないです。痛気持ちいいぐらいでやるといいと思います。ただ肩はあんまりこうやって力入らないように意識をして、呼吸止めないようにやっていきましょう。しっかりつま先上げ切る、下ろす。OK です。逆足いきます。左足を立てておいて、両手で、ふくらはぎをこうやって挟みます。挟んだ状態でつま先上げる、下ろす、上げる、下ろす。この上の方が硬い人もいれば、アキレス腱に近いところがね、硬い人もいます。自分が気になるところを重点的にやってあげると良いと思います。呼吸止めないようにしましょう。で、肩ね、絶対こんな力入れすぎないようにするのと、できたら、これ僕もやっちゃうんですけど、結構こうやって指が反っちゃう方多いので、指は反らないようにね、つま先だけ上げる感じです。指反らすことが目的ではないです。足首をね、動かすことが目的です。よし、OK。そしたら次は、足の裏、この土踏まずのあたりを押したまま、親指で押したまま、指を曲げ、伸ばし、曲げ、伸ばし。親指でね、こう、土踏まずのあたりを押してます。そのままこうやって指を曲げたり、反らしたりしてます。僕個人的にはね、結構この母指、親指の付け根あたりが結構硬い方多いので、その辺を押しながら指を曲げ、反らしすると結構きついと思います。これも力いっぱいやればいいってもんじゃないです。痛気持ちいいぐらいで自分がね、ここ硬いなとかゴリゴリすなら、あるなってとこはそこをね、見つけて重点的にやりましょう。呼吸止めないようにしましょうね。OK、逆いきます。次、左の足、裏土踏まずあたりを親指で、こうやって押した状態で、指を曲げる、反らす、曲げる、反らす。こんな感じです。呼吸を止めないようにしましょう。力いっぱいやればいいってもんじゃないですからね。肩もあんまり力入らないようにして、この親指の付け根、この辺りは特に硬いと思いますので、痛気持ちいいぐらいで押したまま指を動かしていきましょう。皆さんついてきてますか？一応やりやすいようにね、各種目30秒って時間を測って、で、種目と種目の間の秒数も結構こだわってやってます。なんで、ペースが速すぎ、遅すぎあればぜひね、コメントで教えてください。OK。そしたら次は、右膝伸ばします。で、なるべく股関節こう開いた状態で、体を真正面に倒していきます。右の内もも伸びる感覚あれば OK です。で、つま先前に倒す、真上向ける、前に倒す、真上向ける。これ繰り返していきましょう。呼吸止めないようにしましょう。内もも伸びてますか？頑張れる人はね、しっかり股関節、さらに開くとより伸びてくると思います。体をどんどんね、前に倒した状態でしっかりつま先倒す、真上向ける。これを繰り返していきましょう。呼吸は止めないようにしましょう。OK。逆足いきましょう。左足を伸ばします。で、なるべく股関節しっかり開きます。で、この状態でですね、体真正面に倒します。左の内もも伸びた状態で、つま先前に倒す、真上向ける。つま先前に倒す、真上向ける。これ繰り返していきましょう。呼吸止めないようにしましょう。内もも伸びる感覚ありますか？しっかりこの股関節付け根からですね、動かすイメージです。しっかりつま先倒す、真上向ける。これ繰り返していきましょう。ラスト1回、しっかり真上向ける。よし、OK。そしたら次は、もう一回ですね、右膝立てましょう。こんな感じです。で、次は、すねですね。このすねの部分を、親指で、こうやって押さえて、つま先上げる、下げる、上げる、下げる。この弁慶の骨のちょっと横ですね。ちょっと外側。ここをしっかり押さえながら、上げる、下げる。こうやって、ポイントがわかんない方はね、親指で押さえて、つま先上げ下げした時に、ここの筋肉動いてればそれでポイント合ってます。これも痛くすればいいってもんじゃないです。痛気持ちいいぐらいで、自分がね、硬いところ見つけたらそこを重点的にやっていきましょう。しっかり上げる、下げる。このね、足首に近いところが硬い人もいれば、真ん中ら辺が硬い人も、上の方が硬い人もいると思います。OK。逆行きましょう。左足伸ばして、この弁慶のこの骨の、すねの骨のちょっと外側、押さえて、つま先上げ、下げ、上げ、下げ。呼吸止めないようにしましょう。
押してる部分がね、合ってるかどうかわかんないよって人は、この押さえてる筋肉が、足首動かした時に、この筋肉動いてればそれで正解ですからね。であんまり肩こうやって力入りすぎないようにしましょうね。呼吸を止めないようにしましょう。頑張って。ラスト1回しっかりギュッと上げます。OK。そしたら次はですね、右足を前に出します。こんな感じです。で、さっき行ったお尻のストレッチもう一回いきます。さっき前に倒れづらかった方もだいぶ前に倒れるんじゃないでしょうか。理想はおでこが床につくこと。最低でも肘が床につくぐらいまでいってほしいです。どうですか？皆さん変化出てますか？お尻がいまいち伸びない方は、もっと体を前に倒してみたり、膝をちょっと曲げたり、もうちょっと足前に出してみたり、もしくはね、体をちょっと斜め前に倒したりして、いろんな角度試して、右のお尻が伸びる位置探してみましょう。できない方も大丈夫です。ちゃんとね、続ければ変化出ますよ。OK。次は左足を前に出します。で、この状態で体真正面に倒していきましょう。左のお尻、外もものあたりをストレッチかけてます。理想はおでこが床につくことですが、最低でもね、肘は床についてほしいです。このお尻の筋肉って人の体で一番大きい筋肉なんですね。だから、お尻の筋肉が硬いとか筋力弱いと、この一番代謝を上げる、一番このね、パワーが出る部分が、うまく使えてないってことなんで、お尻の筋肉かなり大切です。しっかりね、柔軟性つけるようにしましょう。どうしても座りっぱなしとか運動不足の方、硬くなりがちなのでね、日常生活でも暇を見つけてやってあげてください。OK。そしたら足の裏合わせて、ひし形みたいな感じにしましょう。ひし形。この状態で体真正面に倒します。裏もも、外もも、あと腰のあたりもね、伸びる人は伸びると思います。理想はおでこが足につくことですが、最低でも肘が床につくぐらいまではいってほしいです。でね、本当に硬い人とか、きついストレッチをね、かけるのが苦手って人は、一回でね、変化実感できてないかもしれません。でもね、そういう方も大丈夫です、もちろん。僕もね、比較的一回で変化感じてないし、すぐ硬くなっちゃうんですよ。でもね、やっていくと、本当に僕、1年前の YouTube 取り出した時よりは全然柔らかくなったので、皆さんもね、一緒に頑張りましょう。OK。そしたら次は、右膝立てます。で、左足は伸ばします。この状態で、右手で、左つま先掴みに行く。掴めますか？僕はまだやっぱりこれきついですね。かなりこれ難易度高いです。後ろに倒れないようにしながら、右手で左のつま先触りに行く。反動つければちょっと触れました。反動つけてもいいです。で、きつい人はね、相手で左手床についてもいいです。ちょっとずつ反動つけながら頑張りましょう。呼吸は止めないようにして。頑張って頑張って。よし、オッケー。逆行きましょう。左膝立てて、右足伸ばします。この状態で、左手で右のつま先触りに行きます。最低でもつま先が指先触れるぐらいまで来てほしい。僕ギリギリ触れました。皆さんどうですか？きつい。呼吸を止めないようにすることと、あんまり肩で力入らないように意識しましょう。なるべく膝も曲がんないようにして、呼吸は止めないようにしましょう。頑張って頑張って。で、サブチャンネルとか、ブログ、ツイッター、インスタとかでね、発信する内容に関しては、リクエストどんどんお待ちしてますので、YouTube のコメント欄でも DM でもいいので、どんどんね、リクエストいただければ、なるべく答えていきたいと思ってます。OK。そしたら、最初に行ったチェックですね。ヤンキー座り行きましょう。肩幅ぐらいに広げた状態で、しっかりかかとを床につけたまましゃがめますか？これが最低ラインです。理想は、膝同士つけたまま、しゃがめるといいですが、僕もこれはね、かなりきつい。膝同士つけてかかとがしっかり床につくと最高です。最低でもこうやって肩幅ぐらいに広げて、しっかりしゃがめるようになりましょう。筋力とかね、有酸素運動とかも大事なんですけど、こうやって柔軟性も足痩せ、ふくらはぎ痩せにはすごい重要です。で、早く痩せたいよって方向けに概要欄にね、おすすめの足痩せストレッチ貼ってきますので、ぜひ、この後追加で物足りない方やっていただければと思います。スマホは床に置いて、膝を曲げて座りましょう。つま先をしっかり上げ切る、下ろす、上げ切る、下ろす。繰り返していきましょう。空いてる手は床ついても OK です。背中はね、壁に寄りかかっても OK です。普段動かさない範囲でしっかり上げ切って下ろす。これが目的です。上げ切る、下ろす。ラスト1回、しっかり上げる、
下ろす。よし、OK。そしたら次は両手でふくらはぎ横から叩いていきましょう。こんな感じです。痛気持ちいいぐらいで叩くと良いと思います。あんまりね、強くやればいいってもんじゃないので、痛気持ちいいぐらいで、ふくらはぎを揺らしてね、血流を良くしていきます。呼吸はね、止めないようにして、あんまり肩にギュッと力が入りすぎないように意識をしていきましょう。しっかり揺らして。OK。そしたら、手も一回床について、足全体をね、こんな感じで揺らしていきましょう。太ももふくらはぎの血流を良くする筋肉をね、緩めるために揺らしています。呼吸は止めないようにして、肩ね、絶対力入んないようにしましょう。これね、1回でもね、本当に細くなるマッサージなんで、ぜひね、メジャー持ってる方はね、ビフォーアフターとか、もしくはね、1週間に1回とか計測してあげると、結果がね、出て分かりやすいと思います。OK。そしたら次は、右足をこんな感じで立てます。両手で右足を掴んで、ギュッと絞りながら上にねじり上げるみたいなイメージですね。こんな感じです。これも痛気持ちいいぐらいでやっていきましょう。基本的には下から上です。これもね、強くやればいいってもんではないです。しっかり、下から上にねじりながらね、上げるイメージです。マッサージクリームとかね、ボディオイルお持ちの方は使ってあげると、よりね、やりやすいと思います。で、この時もあんまり肩、こうやって力入りすぎないように意識をしましょう。呼吸とぐらい入れしましょう。OK。そしたら一回、右足は外に倒して、で、土踏まずをマッサージしていきます。こんな感じです。全体的に、痛気持ちいいぐらいで、こうやって親指で押していくんですが、特にね、硬いところあれば、そこを重点的にやっていただいてもいいです。このね、大体結構硬いのは、親指のこの母子球の下あたり、こことかね、結構硬くなってる人いるので、しっかりやってあげましょう。筋膜って皆さん聞いたことあると思うんですけど、筋膜がね、こう足裏から首までね、全身繋がってますので、ここが硬いとね、肩こり腰痛にもなったりします。OK。そしたら次はですね、左手を右の足指の間にこんな感じで入れます。で、これでですね、足指の間を広げるイメージでガチャガチャ動かしましょう。これはね、硬い人結構痛いかもしれないです。こんな感じですね。ガチャガチャと動かす。足の指の間をね、しっかり広げることが目的です。ただで痛ければいいってもんじゃないので、無理ない範囲でやりましょう。この時も肩とか力入りすぎないようにすることと、呼吸はね、止めないようにしましょう。OK。そしたら次は、右の足指をですね、しっかり曲げる、しっかり反らす。これ繰り返していきましょう。曲げ切る、反らし切る。これ目安はですね、曲げるときはね、これぐらいまで曲がってほしいです。しっかり反らせる。ここまで曲げる。で、ここまでね、曲がらない人、下手したらね、これぐらいしか曲がらない方いると思うんですが、ゆっくりでいいです。つらない範囲でいいので、しっかり曲げ切る、反らし切る。これを繰り返していきましょう。呼吸止めないようにしましょう。曲げ切る、反らし切る。自分のペースでいいですよ。きつかったらサボってもいいですからね。OK。そしたら次はですね、このすね、弁慶のこのすねのちょっと外側、脛骨筋という筋肉をね、下から上にマッサージしていきます。こうやって指で押してあげてもいいし、このね、手を使ってグッと下から上にこうやって持ち上げてもいいし、どっちでもいいです。指でもいいし、もしくはね、こんな感じでげんこつ作ってげんこつを下から上にこう滑らしてもいいと思います。このすねの外側の筋肉をマッサージしています。基本的にね、下から上に持ち上げましょう。どうしても重力でね、下に水分や血液が溜まってしまうので、下から上に持ち上げます。OK です。そしたら次はですね、膝裏、しっかり押していきましょう。膝裏。両手で、こんな感じです。親指使って膝裏を押していきましょう。呼吸止めないようにしましょう。痛気持ちいいぐらいでやっていきましょう。でね、膝裏硬い人はゴリッとしたのがね、いると思います。それ見つけたらね、そこを重点的にやってあげるといいと思います。ただこれも力いっぱいやれば痩せるってわけじゃないです。強くやりすぎるとあざになったりするので、痛気持ちいいぐらいが無難じゃないかなと僕は思います。OK。そしたら大切なお尻のストレッチやっていきましょう。右足を左、こっちに持ってきて、で、両手でこの足をお腹にグッとつけれます。で、右のお尻が伸びてれば OK です。なるべくピンと背筋張るとね、しっかり伸びます。で、この体勢できないよって方は、この足をもうちょっと前持ってきて、この状態でもいいです。右のお尻がね、結論伸びればいいです。頑張れる人は、この足をなるべくお腹にしっかりギュッとつけて、なるべく姿勢を正すと、しっかりね、右のお尻伸びてくると思います。お尻は人の体で一番大きい筋肉なので、ふくらはぎ痩せにめちゃめちゃ重要です。
OK です。そしたら逆足行きましょう。左足前に出します。で、下から上にこんな感じで絞り上げるイメージですね。こうやって足寝かしちゃってもいいです。やりやすいようにやってみてください。下から上に絞りながら持ち上げるイメージですね。呼吸は止めないようにしましょう。痛気持ちいいぐらいで、肩はね、力入りすぎないようにしましょう。本当にね、むくみがひどい人は、これだけでもね、すぐ細くなるので、ぜひ期待しててください。よし、OK。そしたら次は、左の土踏まずマッサージしていきましょう。両手で、こんな感じでですね。僕は親指使ってマッサージしてます。痛気持ちいいぐらいで土踏まずね、全体的に揉んでいきましょう。先ほども伝えたんですけど、筋膜がね、こう足の裏から体全身に繋がってますので、このね、足の裏、筋膜が硬いと痩せづらい、もしくはね、肩こり腰痛の原因になったりしますので、しっかり緩めていきましょう。力いっぱいやればいいわけじゃないですからね。呼吸は止めないようにして、肩、どうしてもこう力入っちゃう方多いので、肩は力入らないように意識をしましょう。よし、OK。そしたら次はですね、右手で、左の足の指の間にこうやって手を入れます。こんな感じです。で、この状態でガチャガチャっとこうやって動かしましょう。こんな感じです。見えますか？こうやってガチャガチャっと動かしましょう。床に足を置いたままやってもいいし、ちょっとこうやってね、持ち上げて動かしてもいいです。足の指の間をね、広げるってことが目的です。呼吸は止めないようにしましょう。肩ね、どうしても力入りやすいので、意識して力抜きましょう。OK。そしたら次、左足の指をしっかり曲げ切る、反らし切る。しっかり曲げ切る、反らし切る。繰り返していきましょう。理想はここまで曲がってほしい。このね、この関節からしっかり曲がってほしいです。反らせる。釣りそうだよって方はね、釣らない範囲でいいです。ゆっくりでので、普段動かさない範囲でしっかり曲げ切る、反らし切る。曲げ切る、反らし切る。繰り返していきましょう。ここまで曲がってほしいです。本当に硬い人はね、これぐらいしか曲がんない方もいると思うんですが、やっていくうちにね、柔らかくなりますので、一緒に頑張りましょう。OK。そしたら次は、この弁慶、このすねの骨の外側ですね。それを下から上にマッサージしていきましょう。ここね、ヒール履いてる人とかめちゃめちゃ硬くなってるので、しっかりね、下から上に揉んでいきましょう。げんこつ作って下から上にこうやってする感じでもいいし、そうですね、これ手のひら使って下から上にこうしてもいいし、指で揉んでもいいです。下から上に向かってマッサージできてれば、それで OK です。こうマッサージ全体的にね、なんかどこ押せばいいかわかんないって質問も来るんですが、逆にどこを押すのが正解なんて僕ないと思ってます。なんでね、痛気持ちいいぐらいで、しっかり筋肉触れてれば、それで OK だと思います。OK。そしたらですね、次は膝裏を両手の親指で押していきます。ギュッと、親指使って膝の裏を押す。ギュッ、ギュッと、痛気持ちいいぐらいでやっていきましょう。呼吸はね、止めないようにしましょう。しっかり膝の裏、肩の力はね、入れすぎないようにして、呼吸止めないようにして、で、硬いのがね、見つけたらそこを重点的にやってあげると良いと思います。よし、OK。そしたら次、左のお尻、ストレッチしていきます。この左足を右、こっちに持っていきます。で、両手でこの足をしっかりお腹に近づけます。左のお尻、ストレッチかけていきます。ここ伸びてれば OK です。この体勢できないよって方は、左足が、この辺でもいいです。左のね、お尻が伸びてる感覚あれば、それで正解です。頑張れる人は、しっかり足をお腹に近づけた状態で、さらに姿勢を正す。そうするとね、左のお尻、より伸びてくるんじゃないかなと思います。で、最後にね、とっておきのおすすめの種目、一緒にね、頑張りましょう。ちょっと難しいですけどね。ふくらはぎ痩せにめちゃめちゃ効果的です。じゃあ、こんな感じで座ってですね、膝をなるべくこうやって曲げといて、足指使って前に進む。これベッドの上とか布団の上でもいいですからね。進めるとこまで進んだら、戻る。足指使って進む。進めるとこまで進む。頑張って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 。きつい。これできない人はね、本当にゆっくりでもいいので頑張りましょう。でね、ふくらはぎ痩せ。この動画だけでもいいんですが、全然物足りないよとか早く痩せたいよって方向けにね、おすすめの足痩せ動画を、概要欄貼っておきますので、ぜひこのままね、続けてやっていただければと思います。で、概要欄に Twitter、インスタ、その他 SNS もね、貼ってます。ぜひね、フォローしていただけると嬉しいです。股関節を開く、膝を伸ばす。股関節を開く、膝を伸ばす。これを繰り返しましょう。ポイントは、ゆっくりでも良いので、股関節をしっかり開いて、膝を伸ばすときは、膝同士をしっかりつけることです。
主に内ももの筋肉を使っています。この動画はダイエットしたいけど運動しても続かない、ジムに行く時間がない、食事制限はできないけどダイエットがしたい、そんな方向けに作っています。一緒に頑張っていきましょう。次は足を浮かせて股関節を外に開いた状態で膝をパタパタさせます。主に内ももと裏ももに効きます。余裕がある人は少しお尻を持ち上げると下っ腹にも効いてきます。ズボラストレッチは寝たまま行うストレッチが基本となってます。なぜかというと、立ったり座ったりした方が効果的な場合がもちろんあるんですが、僕がストレッチトレーナーを9年間やった中で寝たままのストレッチが一番習慣化しやすいと気づいたんです。次は股関節付け根や下っ腹を使って片足ずつ上げていきます。膝を伸ばす方の足は前ももを使ってしっかり膝を伸ばしきりましょう。膝上の肉を撃退できます。足を上げるときは前ももを使わず下っ腹を使うイメージでしっかり高く上げましょう。もしきつい人は下の足は床につけておいても大丈夫です。この動画は後半にかけてゆっくりペースアップしていきます。前半はゆっくり簡単な準備運動のイメージです。次は両膝を曲げた状態で股関節を左右に倒していきます。外ももが床につくぐらいしっかり倒しましょう。骨盤が多少浮いてしまっても問題ありません。なぜ20分の動画を作ったかというと、皆さんの体をなりづらい体に変えたいからです。気になる部分だけ伸ばしてその場でむくみ解消とか楽になったりはするんですが、太りづらい体、太ももがむくみづらい体にするには全身やる必要があります。次は少し難しいです。つま先上げる、かかと上げる、お尻を浮かせる、つま先上げる、かかと上げる、お尻を浮かせる、これを繰り返していきましょう。急がなくていいので、つま先、かかと、お尻、自分が上げれる範囲でしっかり高く上げるように意識しましょう。全身をストレッチする理由としては、例えば反り腰だけでもいろいろな原因があります。ヒールばかり履いていて前ももばかり使って前重心になってしまう、お腹に脂肪がついたことによって骨盤が前に倒れてしまう等があります。すべてを解消する必要があります。次はできる限り膝を伸ばしたまま股関節付け根や下っ腹を使って片足ずつ上げていきましょう。前ももに力が入らないように意識して行いましょう。なぜ前ももを使わないように意識するかというと、前ももが太くなる原因のほとんどは使いすぎです。例えば前に向かって歩くときや階段を上るときも、個人的には下っ腹や股関節付け根の筋肉を使ってほしいです。でも下っ腹や股関節付け根が筋力不足だったりして前ももばっかりに頼ってしまう人がほとんどです。次は休憩も兼ねて両手を万歳しましょう。脇の下やお腹の筋肉が伸びると思います。余裕があればできるだけ遠くに向かって手を伸ばすイメージです。背中を丸めて猫背になって座る人はずっと腹筋が縮まりっぱなしです。しっかり手を高く上げて腹筋を伸ばしてあげると姿勢も良くなると思います。もしもやり方がわからないと疑問点があればコメントいただければ必ずお返しいたします。次は足を真横に上げるイメージです。前ももを使うというよりもお尻の横、大天使のあたりを使ってしっかり足を上げましょう。高く上げると脇腹にも効きます。もしも余裕がある人は肘と膝をタッチしてみましょう。こんな感じです。こうするとかなり脇腹にも効いてきます。下っ腹をへこませるには下っ腹の筋肉だけではなくて脇腹も鍛える必要があります。できる限り高く足を上げましょう。脇腹の筋肉を使ったので
次は脇腹のストレッチを行っていきます。両足を揃えた状態で右に倒しましょう。左手は左斜め上に向かって伸ばすと良いと思います。左のお腹、背中が伸びていれば大丈夫です。この時に左手が内側にねじれてしまう人は猫背の原因になります。しっかり外向けましょう。胸から腕にかけても伸びる感覚があると思います。あまり伸びる感覚がないという人は、僕と同じように股関節曲げた状態でしっかりねじってみましょう。この方が伸びる感覚があると思います。次は左向きにねじっていきましょう。膝を曲げたまま左に倒していきましょう。この時に膝同士はしっかりつけておきましょう。右手は斜め上に伸ばしましょう。まだ前半戦なので緩めのストレッチになってます。後半にかけてもう少しきつい動きをするので、無理せず一緒に頑張っていきましょう。下っ腹だけではなくて、くびれを作りたい方はこの脇腹のストレッチが大事になってきます。ここが硬いと血流が悪くなって脇腹に脂肪がつきやすくなります。一度膝を伸ばしましょう。肩幅よりも少し広めに足を開いていただいて、その状態で股関節をねじります。股関節の付け根から内外にしっかりねじっていきましょう。股関節が硬い人にとってはこれも結構難しくて、つま先だけ動かしてしまう人がいるかもしれません。もっとゆっくりでもいいので、股関節の付け根から動かすことを意識して行いましょう。次から少しずつきつめになってきます。まずは右足だけ高く上げて大きくくるくる回しましょう。できる限り膝は伸ばしておくと良いと思います。股関節の付け根から動かすことを意識して行いましょう。慣れてきたら反対回しも行いましょう。できる限り大きく膝は曲げないようにしましょう。もしも腰が反って痛みが出る人は左足を曲げても大丈夫です。0秒はそれでリセット。